皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本がワクチン外交を展開することができるかもしれない。それも台湾を支援するという形でこれが実現するかもしれないというニュースを取り上げていこうと思います。ここ最近台湾においては新型コロナウイルスの感染者数が急増するという出来事があり、台湾の人々に大きな衝撃が走っています。そしてそのような衝撃に付け入る形で中国共産党が我が国中国のワクチンを使うべきだ、そして供給する用意があるという話を台湾側へと持ちかけています。これは中国共産党が開発途上国やもしくは中国に近しい国に対して行っているワクチン外交の延長線上に台湾に対してもワクチンを提供し、それによって台湾の人々の気持ちを蔡英文総統から引き剥がそうとする動きだと言えます。そしてこの問題に対して日本政府が日本が契約しているイギリスアストラゼネカのワクチンを台湾へと融通することができれば、それこそ中国の目論見というものを阻止し、一方においては日本と台湾との友好関係をより強固にすることができるかもしれないというわけです。今回の動画ではそうした中国側の狙いとともに台湾にワクチンを提供することへの批判が一体どのようなものが上がっているか、その問題に対しての解説などを行っていきます。それでは一体どのような報道が流れているのか見ていきましょう。中国の妨害阻止、日本が台湾にワクチン支援、さらに深まる日台の絆。日本政府が新型コロナウイルスの感染拡大でワクチンの確保が急務となっている台湾に対し、国内供給用に調達するイギリスアストラゼネカのワクチンの一部を提供する方向で検討していることが分かった。中国の妨害工作が指摘される中、菅政権は緊急支援が不可欠と判断した。日本と台湾はこれまで大規模災害などで相互に助け合ってきた。中国の軍事的覇権拡大が進む中、台湾有事は日本有事に直結する。ワクチンが提供されれば日台の絆は一層深まりそうだ。東日本大震災では台湾から多大なる義援金をいただいた。日本が困っている時に台湾は真っ先に手を差し伸べてくれた。日本からのワクチン提供が実現すればその恩返しになる。日台友好の進展にとって極めて重要なことだ。日台が今も未来も手を携え歩んでいくための良い事例になる。超党派議員連盟日華議員懇談会のメンバーである自民党の和田議員は28日こう語った。新型コロナの抑え込みに成功してきた台湾だが、5月中旬以降、変異株の影響か感染が急拡大している。中央通信社が運営する日本語サイトによると、26日の新規感染者は302人で、23日から25日にかけて11人が亡くなったという。人口約2300万人のうち、これまでに購入したワクチンは約70万回分とされ、ワクチン不足が大きな問題になっている。この背景には中国共産党政権の影があるという。台湾紙によると、蔡英文総統は26日に開かれた与党の会合でワクチン購入について、私たちはドイツのメーカーとの交渉がほぼ完了していたが、中国の介入により契約できなかったと話し、中国の妨害活動を批判した。報道によると、台湾側はドイツのバイオ企業ビオンテックと交渉していたが、同社と契約済みの中国の企業が中国本土や香港、マカオだけでなく、台湾での販売代理権も自分たちが有しているなどと介入。ビオンテック側が台湾との契約を見送った状態だという。中国による妨害工作といえば、中国べったりと揶揄されるテドロス事務局長率いる WHO の年次総会が24日からオンライン形式で始まったが、中国の反対を受けて台湾のオブザーバー参加は認められなかった。中国は台湾のワクチン調達の妨害を否定している。こうした中、日本政府が台湾へのワクチン供給支援を検討していると産経新聞が報じた。政府自民党関係者が明らかにしたという。実現すればまさかの時の友こそ真の友と言える対応だ。日本国民への接種はアメリカ製薬大手ファイザーのワクチンと同じくアメリカのモデルナのワクチンで約 2.4 億回分、人数で言えば 1.2 億人分、16歳以上の接種対象者のほぼ全員分を確保しており、影響はない見通し。政府内ではワクチンを共同購入して途上国にも分配する国際的枠組み COVAX を通じて台湾に供給する案が浮上している。今後、台湾当局から必要な供給量や提供時期などを聞き取った上で詳細を詰める。早ければ来月にも提供の実現を目指す。
まず第一に、現在の蔡英文総統は日本との友好関係を重視しています。そういった意味で日本と台湾との間における友好関係というものが保たれているわけですが、だからといって台湾が全て親日派というわけではありません。そのことは例えば日本を見ればわかりますが、日本の中においても親中派の国会議員や親中派の経済人たちがたくさんいることからもわかるように、一つの国の中においても海外勢力との結託というものが乱れる勢力というものは存在し得るのです。そして台湾について言っても、そもそも大陸側から渡ってきた人たちというのもたくさんいるわけですし、現在においてもビジネス界はまさに中国共産党との協力関係をもとにして大いに発展した企業というものがたくさんあります。ですから現在の台湾というのは国民性としても台湾政府としても日本との友好関係は持っているのですが、だからといって状況が変われば親中派の人たちを無視できなくなることも忘れてはなりません。というのも今回台湾において新型コロナウイルスによる感染者数が急増した場面において蔡英文総統の支持率が急落するという報道もされています。そして蔡英文総統の支持率が下がるということは、それこそ親中派の人たちが勢力として盛り返すことを意味します。そしてそのような勢力の後ろ盾となっているのが中国共産党なわけです。中国共産党としては現在の蔡英文総統が力を失い政権交代が起き、そして親中派政権が誕生し一国二制度を採用してくれるような展開になることが彼らにとっては理想的な姿なわけです。そういった意味でも台湾の人たちが中国の共産党に少しでも好感度を上げるようなこと、例えば今回で言えばワクチン外交を展開し、ワクチンが全然足りなくて困っているところに救いの主として中国共産党が現れるというのが彼らにとっては理想的なシナリオなわけです。もちろんこのシナリオにはかなりの無理があります。今回の記事の中でも触れられていますが、そもそも台湾は自力でワクチンを確保しようとドイツの企業と交渉していたわけですが、それを邪魔したのがそもそも中国企業であり、その中国企業を動かしているのが中国共産党ではないかという話からも、中国共産党が絶対的な救いの主ではないことは明らかなわけです。そして今回感染者数が急増したから契約を急いだといったわけではありません。少なくとも私が見たところによると、4ヶ月前の AFP 通信の記事において台湾の当局者がワクチンを確保しようと欧米企業と交渉したが、その交渉が最終的には中国側の妨害によりうまくいっていないということがすでに報じられていました。中国側の妨害というのは今回の件ではなく、もう何ヶ月も前から始まっていた事態が今もなお継続しているということなのです。そしてそのような中国側の妨害というものはあくまでも水面下で行われているものとして中国共産党は否定するわけですから、台湾が困ってその困っている台湾に対して救いを述べる中国共産党というのはまさにマッチポンプと言えるものです。自分で問題を引き起こし、その問題を解決するために自らが救い主として現れるというのは非常に滑稽な姿だと言えるでしょう。しかし現実問題、台湾がワクチンを購入することができずに困っているのは事実であり、ここに日本側がイギリスのアストラゼネカのワクチンを供給するということができれば、それは台湾の人たちにとっても一つの朗報となります。そして日本と台湾との関係を強化するという意味においても外交成果として十分期待できるわけですから、人道上の支援ですよというのを表看板にしつつも政治的な思惑を持ってどんどんと前に進めることに私は賛成です。一方で台湾に対してワクチンを供給する、融通することに関しては批判の声も上がります。一体どのような点において批判の声が上がるかといえば、このワクチンというのは日本向けに契約されたものであり、その契約に使ったお金というのは当然のように台湾のお金ではなく日本人から集めた税金です。ですから日本人から集めたお金をなぜ台湾の人たちに使うワクチンへと変換させてしまうのだという批判です。この問題というのは実は大きな勘違いをはらんでいます。アメリカのファイザーとモデルナ社との契約において、その数量としてはすでに日本人の多くの人々に行き渡せるには十分なことであるというのはこの記事の中でも触れられています。そういった意味では確かにアストラゼネカのワクチンというのは余剰に当たるわけですが、しかし本当に余剰になるかどうかというのは契約の段階、少なくとも交渉開始時期、去年の段階においては定かではありませんでした。アメリカのファイザー、モデルナの作ったワクチンというものが本当に使い物になるかどうかというのは去年の段階においては十分に確認のしようがありません。それこそ未来を知っている、未来を見た人であれば確定的に言えるわけですが、そうではありません。それこそ何が起こるかわからないし、もしかしたら開発途中において問題が発生し、実は全く使えませんでしたということになるかもしれない。つまり必要な分だけぴったりというのは非常に危険な行為
行為だったわけです。そういった意味においても、例えばファイザーのワクチンが全くダメだった場合においては、他のメーカーのものを足し合わせて日本国民に行き渡らせることを考えなければならない。そういった意味においては、余剰というものは最初から確保しておかなければならなかったわけです。つまり、現在から見れば無駄な分かもしれませんが、少なくともまだ使えるかどうかわからないという過去の時点から考えれば必要な保険だったわけです。このことが理解できないと、なんで余剰分を購入しているんだ、日本の税金を無駄にしやがってという事情を知らないような批判へとつながってしまうわけです。そして日本国民にとっては余剰分にあたるこのワクチンというものを必要としているところに届けることは、それこそ人道上においても非常に有効ですし、また外交上においても日本と台湾との関係を強化する意味で私は有効な政策だと思います。そしてもう一つの批判があります。それはなぜ台湾に対して優遇措置を取るのだという考え方です。例えば世界中を見渡した場合において、ワクチンの供給が十分な量を確保できない国というのは当然のように存在します。欧米企業というのは基本的にはまず契約金というものが必要ですし、お金を持ってこなければワクチンを売ってくれないものです。しかし、どこの国でもすぐにこのようなワクチンに大金を用意できるわけではありません。そういった意味では開発途上国においてはまだまだ必要としている国々もあるわけで、そのような国々に対しての供給というものを優先すべきだという、いわば絶対的な公平論というものを唱える人たちもいます。そういった人たちにしてみれば、台湾というものは長い間新型コロナウイルスによる被害が非常に低く抑えられた国であって、今回新型コロナの感染者数が急増したといっても、それこそアジア全体から言っても非常に少ない数であり、それこそさざ波レベルの被害にとどまっているではないかという批判もするかもしれません。確かにそのような絶対的な公平論から言えば、台湾に対して優遇的に日本のワクチンを融通する形で支援しようという話になるのは、いささか公平論からは外れています。確かにその通りなのですが、私は外交というのはそういった意味においては絶対的な公平論にある程度固執する必要はないと思います。外交というのは究極的に言えば、日本にとってためになるかならないかといったことを前提にした上で行わなければならないものであって、別に日本人は地球全体のことを考えて生きていなければならないという、そのような宿命を背負っている民族というわけではありません。まずは日本人であるからには日本のために何が良いかということを考え、そして日本のために良いことの上にさらに他の国々にとってもその笑顔を振りまくことができればそれは良いことだという具合にして、日本人にとっても良いし相手の国の人たちにとっても良い、そのような関係性というものが非常に重要なわけです。このようなことから批判する声は確かにあるのですが、私自身はそのような批判の声というものはこの後大きくなるとはあまり思いません。そういった意味においては日本政府は台湾への支援というものを戦略的に考えて、ぜひとも早期な実現を目指してほしいものです。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画の最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして次の動画でもまたお目にかかりましょう。またね。